老後に1000万円問題、インフレ、年金不安。毎日流れてくるニュースは、私たちの不安を煽るものばかりです。一生懸命働いてきたのに、最後は老後破産が待っているのか。そんなくらい未来を想像して、ため息をついていませんか。もしそうなら、一度深呼吸をして、その不安なニュースを遮断してください。今日お話しするのは、そんな脅しに屈しないための希望の話です。50代の皆さん、私たちには、これまで30年間、社会の荒波を乗り越えてきた実績があります。そして、退職金やこれまでの貯蓄という、強力な武器を持っています。問題なのは、その武器の守り方を知らないこと、ただそれだけです。これからお伝えする5つの黄金ルール。これを航路の鉄則として守りさえすれば、あなたの資産は枯渇することなく、人生の後半戦を豊かなものにしてくれます。禁止事項ばかりで窮屈な節約術ではありません。お金と自由を手に入れ、心穏やかに生きるための大人の戦略です。私の失敗談や少し恥ずかしいエピソードも交えながらじっくりとお話しします。コーヒーでも飲みながらリラックスして聞いてください。ようこそお金と自由の航路へ。船長です。本題に入る前に一つだけ認識を共有させてください。それは退職金や50代の貯蓄の正体についてです。多くの人がこれを人生のご褒美、つまりボーナスだと勘違いしてしまいます。だからちょっと豪華な車を買ったり、投資でビューで大きくかけたりしたくなる。家のリフォームで一気に使ってしまう。気持ちは痛いほどわかります。30年、40年勤め上げたのですから、パーッと使いたいと思うのは当然です。しかし、あえて厳しいことを言わせてください。それは間違いです。退職金はご褒美のボーナスではありません。これから30年生き抜くための命の水です。砂漠の真ん中で、あと30年歩かなければならないとき、手元にある水筒の水を一気に飲み干す人はいませんよね。大切に少しずつ、あるいはうまく循環させて、最後までも足せなければなりません。今、日本人の平均寿命は伸び続けています。60歳で定年を迎えた後、90歳、あるいは100歳まで生きる時代です。この長い長い時間を、年金だけで暮らせる人は、ごく一部の恵まれた人だけです。この命の水を守り抜き、あわよくば少しずつ増やしていくための5つの黄金ルール。これを守れるかどうかで、あなたの老後は天国にも地獄にもなります。早速見ていきましょう。ルールその1、一攫千金を狙わず不沈感を選ぶこと。多くの50代が陥る最初にして最大のミス、それが退職金で特定の個別株を買ってしまうことです。あの会社なら有名だし大丈夫だろう、配当がいいから買っておこう、同僚がこの株で儲けたと言っていた。そう思って数百万円、時には1000万円単位のお金を一つの会社に集中投資してしまう。ここで皆さんにハラハラするような話をしなければなりません。実は私自身、過去にこれで痛い目を見ています。まだ私が青2歳の投資の素人だった頃、退職金ではありませんでしたが、ある企業の株になけなしの資金を突っ込みました。業績も良く、株主優待ももらえて、株価も右肩上がり、これは勝ったと思いました。このまま上がれば、早期リタイアも夢じゃない。そんなかは残業をしたりしていました。しかし、ある日突然、粉飾決算のニュースが流れました。状況は一変しました。ストップ安が続き、売りたくても売れない。当時の仕事中、携帯画面、ガラケーを見るたびに資産が半減していく恐怖。冷や汗が止まらず、食事も喉を通らない。結局、上場廃止が決まり、私の持っていた株は、ある日突然、ただの紙切れになりました。文字通り、資産がゼロになったのです。正直、50代でこの経験をしたら、立ち直れません。
若ければ働いて取り返せますが、私たちにはその時間がありません。残されたのは後悔と減ってしまった老後資金だけです。だからこそルールその1は絶対です。絶対に沈まない船を選んでください。私たちが選ぶべきは小型のスピードボートではありません。多少の波ではびくともしない巨大な客船です。それが S&P500 やオールカントリーといったインデックスファンドです。これらは世界中の数千社に分散投資をしています。もしその中の1社が倒産しても、船全体への影響は微々たるものです。例えば、アメリカのトップ500社に投資する S&P500 なら、アップルがこけてもマイクロソフトが支えてくれる。どこかの企業がダメになっても新しい企業が入ってくる。自動的に新陳代謝を繰り返してくれるのです。私が個別株で失敗して学んだのは、自分がコントロールできないものに人生をかけてはいけないということでした。50代の投資はスリルを楽しむギャンブルではありません。安心して枕を高くして眠れる心の平安こそが最高のリターンなのです。ルールその2、仲介者を乗せず自分で舵を握ること。退職金が入ると不思議なことに、どこからともなく銀行や証券会社から電話がかかってきます。資産運用の相談に乗りますよ。特別プランがありますよ。退職金定期で金利優遇しますよ。そんな甘い言葉で誘ってきます。そして立派な応接室に通され、美味しいお茶を出され、笑顔の素敵な担当者があなたのためにプランを作ってきましたと言ってきます。ここで注意してください。彼らは詐欺師ではありません。しかし非常に優秀な販売員です。銀行や証券会社の窓口はボランティア施設ではありません。利益を追求する株式会社です。彼らが提案してくる商品は銀行にとって利益が大きい商品。つまり私たちにとっては手数料が高い商品であることがほとんどです。購入時に 3% の手数料を取られ、毎年 2% 近い信託報酬を取られる。そんな商品を退職金運用プランとして勧められます。もし1000万円預けたら、最初に30万円取られ、毎年に10万円取られる計算です。これでは、どんなに運用がうまくいっても、手数料負けしてしまいます。投資の神様ウォーレン・バフェットでも、手数料の高いファンドで勝つのは難しいと言っています。ましてや私たち素人が勝てるわけがありません。複利の効果なんて、手数料という穴から全て漏れ出してしまいます。銀行員の方は、仕事としてノルマを達成するために頑張っています。彼らを悪く言うつもりはありません。ただ、私たちの命の水を守るパートナーとしては、不適切だということです。自分の船の舵は自分で握ってください。今はネット証券を使えば手数料はほぼゼロ。世界最有料のファンドを自宅のスマホから数分で買うことができます。わざわざ高い手数料を払って窓口に行く必要は全くありません。難しそうだと感じるかもしれませんが、やってみれば驚くほど簡単です。その一手間を惜しまないことが数百万円の差になって帰ってきます。お茶代に30万円払ったと後悔したくないなら、銀行の窓口には近づかないことです。ルールその3、罪にを減らし身軽になること。投資で増やすことばかり考えて足元の穴に気づいていない人がいます。それが保険という固定費です。50代の方の家計診断をすると、驚くほど多くの保険に入っていることがあります。医療保険、がん保険、介護保険、個人年金、就業不能保険。もしもの時のためにと、船に積みすぎた荷物が家計を圧迫し、船のスピードを落としています。毎月3万円、5万円と保険料を払い続けていませんか？子供が独立した後も死亡保障の高い保険に入ったままになっていませんか？ここで皆さんに安心してもらいたい事実があります。私たちはすでに最強の保険に入っています。それが日本という国が用意してくれた
最強の盾、社会保険です。高額療養費制度を使えば、どんなに医療費がかかっても、1ヶ月の自己負担は10万円程度で済みます。年収にもよりますが、一般的な会社員であれば、8万円から9万円程度が上限です。会社員の方なら、病気で働けなくなっても、傷病手当金もあります。つまり、手元に数百万円の貯蓄があれば、民間の医療保険のほとんどは不要なのです。がんになっても、脳卒中になっても、日本の社会保険があれば、破産することはありません。不安だからといって、保険に入りすぎるのは、晴れているのに雨具を何重にも着込んで、歩けなくなっているようなものです。その保険料、月々数万円を投資に回していたら、10年後、20年後にいくらになるでしょうか。数千万円の差になる可能性だってあります。私は50代になった時、掛け捨ての最低限の保険以外、すべて解約しました。解約返礼金は投資に回し、浮いた月々の保険料も、すべて投資信託の積み立てに回しました。結果、資産が増えるスピードが劇的に上がり、それが精神的な余裕につながりました。保険会社にお金を払って安心を買うのではなく、自分の手元に現金を残すことで、本当の安心を作る。これが鉄則です。現金こそが、どんなトラブルにも対応できる、最強の保険なのですから。ルールその4。子供を乗客にせず、自立した航海士にすること。50代の悩みで多いのが、子供への援助です。結婚資金、孫への教育費、住宅購入の頭金。可愛い岩がこのためならと、ついつい財布の紐が緩んでしまいます。親としてこれくらいしてやらなきゃ。そんな責任感もあるでしょう。しかし、ここで心を鬼にして言います。子供に過度な援助をすることは、子供のためにも、あなたのためにもなりません。あなたが援助しすぎて、自身の老後資金が枯渇したら、将来、子供に迷惑をかけることになります。お金がないから援助してくれ、介護費用を出してくれ。そう子供に頼らなければならなくなります。経済的に自立できていない親を支えることほど、子供にとって重い足かせはありません。子供には子供の人生があります。彼らの後悔を邪魔してはいけないのです。また、私自身の失敗談ですが、子供に投資の重要性を教えようとして、有名な投資本をプレゼントしたことがあります。これからは投資の時代だ、読んでおけと、意気揚々と渡しました。読んでくれたと思いますか？ほとんど読みませんでした。机の上に積まれたまま、埃をかぶっていました。親がああだこうだと言っても、子供は聞きません。特に親からの説教臭いアドバイスなんて、一番聞きたくないものです。言葉で教えるのではなく、背中で語るしかないのです。親が経済的に自立し、投資や趣味を楽しみ、人生を謳歌している姿を見せること。これこそが最高の教育です。お父さん楽しそうだな、お母さん余裕があるな。どうやったらあんな風になれるんだろう。そう子供が思った時、初めて彼らは動き出します。子供をあなたの船の乗客にしてはいけません。いつまでも乗せていたら、彼らは自分で漕ぐ力を失ってしまいます。彼ら自身の船で、彼らの海を渡らせてください。それが、親としての最後の務めであり、あなたの資産を守る鉄則です。老後の面倒は見なくていいから、好きに生きろ。そう言えるかっこいいいい親を目指しましょう。ルールその5。上陸を恐れず、収穫を楽しむこと。日本人は、貯めることは得意ですが、使うことが極端に下手だと言われます。2000万円貯めたのに、それを使うのが怖くて、亡くなる時が一番お金持ち。そんな悲しい結末を迎える人が多いそうです。資産が減っていく恐怖で、夜も眠れなくなる。これは、出口戦略を持っていないからです。いつまで生きるかわからない。将来インフレがもっと進むかもしれない。そんな不安からお金を抱え込んだもの。人生の楽しみを犠牲にしてしまう。ここで最後の黄金ルール。
4% ルールを自分への許可証にしてください。これは資産額の 4% 以内であれば毎年取り崩しても資産が枯渇する可能性は極めて低いというアメリカのトリニティ大学の研究結果です。投資で得られるリターンが平均して 4% 以上あるので、理論上は元本が減らない、あるいは非常に緩やかにしか減らないという計算です。例えば2000万円の資産があれば、その 4%、年間80万円は使っても大丈夫だということです。元本を取り崩しているのではなく、資産という木から落ちてくる果実を美味しくいただいている。そうイメージしてください。木そのものを切って薪にしているわけではありません。毎年実る果物を食べているだけです。年間80万円あれば何ができるでしょうか。夫婦で毎月素敵なレストランで食事ができます。年に一度海外旅行にも行けるかもしれません。お孫さんに気兼ねなくプレゼントもできます。ずっと行きたかった温泉旅館に泊まることもできます。私も最初は資産を取り崩すことに抵抗がありました。通帳の数字が減るのが怖かったのです。しかしこの 4% ルールを知ってからは、これは使わないと損だ、神様がくれたご褒美だと思えるようになりました。使うことで経済も回りますし、何よりあなたの人生が彩られます。お金は墓場には持っていけません。あの世で使える通貨はありません。生きているうちに経験や思い出に変えること、それがお金というツールの正しい使い方です。思い出はインフレしません。泥棒に盗まれることもありません。誰にも奪われないあなただけの本当の資産です。それを増やすために私たちは投資をしているはずです。いかがでしたでしょうか。50代からの資産を守り抜く5つの黄金ルール。1、不沈管インデックスを選ぶ。2、自分で舵を握り銀行窓口には行かない。3、保険という罪にを下ろす。4、子供には背中で語る。5、4% ルールで収穫を楽しむ。これらは決して難しいテクニックではありません。誰にでもできる。しかし多くの人が感情に流されて守れないシンプルな鉄則です。冒頭で言いました退職金は命の水だと。しかしこのルールを守れば、その水は枯渇するどころか泉のように湧き出し、あなたの喉を潤し続けてくれるはずです。もう老後破産のニュースに怯える必要はありません。あなたは正しい航路と羅針盤を手に入れました。もう迷うことはありません。今日がこれからの人生で一番は回避です。不安という霧を抜けて希望という大海原へ、自信を持って舵を切っていきましょう。50代はまだまだこれからが面白い時期です。自由とお金を手に入れて最高の景色を見に行きましょう。私もこの航路を皆さんと一緒に進んでいきます。もし今日の動画を見て少しでも心が軽くなった、やってみようと思えたという方は、ぜひ高評価ボタンを押して教えてください。あなたのそのワンクリックが私の後悔の何よりのエネルギーになります。またコメント欄で、私はこのルールから始めます、こんな失敗をしてしまいました、子供に本を渡して失敗しましたといったリアルな声をぜひ聞かせてください。失敗談も成功談も全てが他の誰かの道しるべになります。このチャンネルではこれからも50代からの人生を豊かにするための本質的な情報だけを忖度なしで発信していきます。私と一緒に賢くしたたかに人生の後半戦を楽しんでいきましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。